皆さんこんにちは。やっと念願のナイアガラの滝に来たと思ったら、カナダの山火事の煙に包まれて PM2.5 デカ盛りの旅となりました。それでは観光遊覧船の霧の乙女号に乗ってナイアガラの滝を下から観光してみましょう。このツアーでは皆さんサンダルに履き替えています。それでは今からエレベーターで下に降ります。レインボーブリッジは歩いてカナダ側にも渡れます。Thank you。この船は電気で動いています。充電する時間はたったの7分です。カナダ側の観光客は赤いレインコート、アメリカ側は青のレインコートを着ています。ケースに入れたままスマホを操作できるのでとても便利でした。こんな格好になってます。Alright. These are the American Falls guys. American Falls. Oh, that's we. いよいよナイアガラ最大のカナダ滝です。形が馬蹄に似ているのでホースシュー滝とも呼ばれています。ナイアガラ川の水の 90% はこちらの方の滝に落ちますので、とにかく水量がすごいです。ツアーの終わり頃には船が360度回転してくれるので、カメラを固定したままパノラマの風景を撮影することができます。この日は係員の人たちもマスクをしていました。この観光船絶対におすすめです。それでは風の洞窟に行って滝を真下から見てみましょう。ここでは滝に行く前に博物館のスペースがあって、ナイアガラについての映画も見せてくれます。右の後ろの席に座っていると出るときに楽です。さて、このトンネルを出たらできるだけ早めにレインコートを着た方がいいと思います。この辺りは魚が多いので鳥たちがたくさん飛んでおり、鳥の糞がボロボロ落ちてきます。
それでは今から滝に近づいていきます。風の洞窟と呼ばれますが、洞窟の部分はもう壊れてしまって今はないそうです。この赤いプラットフォームは毎年新しく作り変えられるそうです。それではカナダ滝を上から見てみましょう。カナダ側から見るカナダ滝はこんな感じなんですが、アメリカ側から見るカナダ滝はどうでしょうか。今回は足が悪いので自分のペースで観光できるように、オーバーザフォールズツアーのナンシーさんに全てプライベートでガイドをしてもらいました。その彼女おすすめの場所がスリーシスターズ島になります。3つの島が橋でつながっています。ここは静かだったナイアガラ川の水が急流に変わる場所で、結婚式の写真スポットとしてもよく使われるそうです。遠くに見えるダムによって滝の水量が調整されています。水量がすごいんですよ。半端じゃない。人工的に滝の水量を調整しているので、残念ながら世界遺産にはなれません。ランチは地元で有名な100年以上も続いているディカミーロで軽食をとります。四角いピザなんかもありましたが、おすすめのポットローストサンドにしました。これは柔らかく煮込んだ牛肉が素晴らしくて、見かけよりもはるかに美味しいサンドイッチでした。ランチの後はワールプール、渦巻きと呼ばれるナイアガラ川が90度に曲がるところに行ってみます。カナダ側ではワールプールエアロカーというゴンドラに乗ってワールプールを真上から眺めることができます。次はロバート・モーゼスナイアガラ発電所です。ここではナイアガラ川の上流から水を取ってきて、ここで一気に水を落として水力発電をしています。ここで作られた電力は大都会のニューヨークにも送られています。アメリカ側とカナダ側の発電所が少しずらして向かい合って作られています。カナダ側の発電所です。So this is a great place if you have kids, right? Yeah, they get a lot of people. Look at that. Like that. Ah, There you go. Still have a mirror. All right. you'll see the video. Do you feel it standing up?
ここでは水力発電と電気についていろんなことを学べます。この時点で予約していたヘリコプター遊覧飛行が視界が悪いためキャンセルという連絡を受けました。宿泊先のジアコモホテルは昔ながらのホテルに泊まりたいので選んだところです。ナイアガラの滝はアメリカ人の新婚旅行の行く先として人気があったので、その当時の雰囲気を味わうことができました。最上階は展望台になっていて、ナイアガラの滝のしぶきが見えました。ただ夜の花火は山火事の煙のため自分が泊まった夜から中止になりました。残念です。無料な朝ごはんはとても助かりました。このホテルの外観はマリリン・モンローが出演したスリラー映画のナイアガラという映画にも出てきます。ですぐ近くの旧ホテルナイアガラはマリリン・モンローが映画ナイアガラの撮影の時に泊まっていたホテルだそうです。ニューヨーク側の街はカナダの街ほど活気はありませんが、いろんなお土産屋さんやレストランやカジノなどもありました。アメリカに住んでいると白いご飯が食べれるだけで神様仏様ありがとうございますという気持ちになれるので不思議ですね。スパイシービーフとても美味しかったです。翌日は山火事の灰が降ってきてレンタカーにくっついていました。それでは夢を叶えた達成感を胸にして次の目的地へ移動です。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければいいねマークのクリックとチャンネル登録もお願いいたします。それではまた次回まで。さようなら。